はい。さらに衝撃のニュースが入ってきました。岸田首相万事休すで決断。全国民10万円給付。特別定額給付金の2回目実施もということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でこの給付金の情報、この特別定額給付金の2回目っていうのはまだあるかないか分かってないんですけども、その給付金の情報が出たらすぐに知りたいと思っていらっしゃる方、あるいは情報が出たらできるだけ早く申請したい、あるいはできるだけ早く申請をして確実に給付をされたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。またこの給付金の情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきましたので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。それでは早速いきたいと思います。何が衝撃のニュースか。岸田内閣の支持率が過去最低を更新しているといったようなニュースが飛び込んできました。この過去に動画でですね、いろんな会社のこの支持率が出てきていますというのは少しずつお話しさせていただきましたけれども、今日ですね、各社が調査した情報が大体出揃いました。そしてその結果、支持率が日に日に下がっていっていると。不支持率はめちゃくちゃ上がっているといったようなことが分かりました。これはひとえに国民の声といったようなところがあります。この岸田内閣の不支持率の元というのは大きく分けて2つあります。政策に対して国民が満足していないといったようなことと、もう一つは政治不信ですね。政治資金に関する裏金問題というところに対して国民が怒りの声、不満の声を上げているといったようなところです。そしてその結果、ここ最近の世論調査で支持率が過去最低を各社更新したといったような話です。なんと不支持率は、一番最近の毎日新聞の調査によると 82% の人がはっきりと支持しませんと言っているような状況です。なぜそのような声を国民が上げているかというところですね。もうひとえに生活費の負担が苦しいといったようなところにあります。コロナ禍よりも生活が苦しいといったような現状があります。コロナ禍というのは、旅行業ですとか観光業、あるいは外食産業といったようなところは、外出制限といったようなことがありましたので、やっぱり苦しいというのはあったと思います。ただ、我々一般の国民にとっては、コロナ禍よりも今の方が生活が苦しいと。コロナ禍よりも苦しいといったような現状があります。なぜか。物価が上がっていると。さらには給料は上がっていないといったような状況があります。物価が上がっている。もう最近では当たり前になってきましたけれども、スーパーに行ってももう2割3割物が高くなっている。当たり前ですね。物によっては去年に比べて5割以上上がってしまっているといったような食品もあるといったような状況です。それに対して給料は上がっていないといったような現状があります。いやいや、給料上がってるっていう声も少し聞こえてきますよ。国会で岸田首相も少しずつ給料は上がっていると、人件費も上がってるんだというふうに言っています。それは我々一般的な国民が勤める中小企業、大半が勤めている中小企業においてはほとんど給料上がっていないといったような実態があります。大手の企業、一流企業に関しては、給料が一部上がってきていると。ベアというのが何%という形で、去年よりもいくら上がりましたよ。それはあくまで大手の企業に限られたことで、大半の国民が勤めている中小企業に関しては、ほとんど給料は上がっていないといったような現状があります。であるのに、物価がめちゃくちゃ上がってきているといったような状況です。まさに国民生活の下支えが必要といったような状況になっています。景気が減速して、中には倒産してしまっていると
たような会社があります。倒産件数の増加ですね。そういったことが起きているにもかかわらず、岸田首相に関しては、この特別定額給付金の2回目ということに関しては行いませんと。この特別定額給付金のような全国民に一律で10万円を給付するといったような給付金に関しては、国難の事態、コロナ禍のような国難の事態でないと行わないというふうに断言をしています。いやいやいや、現状はコロナ禍よりも苦しいんですよといったような実態があります。その状況を国民がこの世論調査というところで声として上げているといったような状況にあります。さあ、岸田首相はこの国民の声を実はなかなか無視できないといったような状況に実はあります。それは衆議院解散が今年あるのではないかと言われているからに他なりません。今年は衆議院解散のタイミングになるんじゃないかなというふうに言われています。1月から6月までは通常国会があって、ここで法案をいろいろと成立させなければならないというのはありますので、春には解散するとかいろいろ言われてますけれども、意外とこの6月会期末までもしかしたら、通常国会は行われていく、解散はされないといったような可能性も高いんじゃないかなというふうに言われています。そしてこの1月から6月の通常国会の中で、今回問題となった政治資金規正法というのを改正して国民の支持というのをある程度一定数得て、さらには去年の年末に打ち出した経済対策案、給付7万円に加えて減税4万円というのもこの6月に始まっていきます。国民の大半が還元されるこの1人減税4万円というものは6月に始まってくるといったようなタイミングになります。そういった形で政治資金規正法の改正を行い、そして減税を開始といったようなこの6月のタイミングでもしかしたら解散を狙っているのではというふうに言われています。岸田首相としてはそこで解散を行い、そして自民党が議席をめちゃくちゃ減らすというふうに言われていますけれども、なんとか過半数を確保して政権与党のいるということができた場合ですね、いや国民に承認されましたよということで、その後の9月の自民党総裁選に挑んで、再選という形で岸田内閣を継続していくといったようなことを目論んでいます。ただそれに対してこの考えられない衝撃の低支持率ということで、今後何らかの対策を打たなければ到底解散はできないといったような状況にあります。一説には議席をもしかしたら60議席減らすんじゃないかなというふうに言われています。そうなると過半数を割れてしまって政権与党ではなくなってしまうと、自民党が政権を失ってしまうといったような状況になりかねません。さあそこでこの国民の声を全く無視できないといったような状況になっています。国民としてはとにかく生活費の負担が苦しいといったような状況があります。そこで国民の声を汲み取ってこの特別定額給付金の2回目、全国民10万円給付といったような給付金の案について一番通る可能性が高いタイミングになってきているのではないかなというふうに思っています。この解散と同時にそのマニフェストとしてこの給付金10万円をやりますということであったりとか、あるいは会期中にこの10万円給付やっぱり国民の声を汲み取ってやるんだということで決まってくる可能性もめちゃくちゃ高いんじゃないかなというふうに思ってます。今10万円給付を政策にしている政党っていうのは実は意外と何党かあります。自民党ですとかあるいは公明党、いわゆる与党はそういったこの10万円給付っていうのを謳っていません。ただこの国民民主党に関してはインフレ手当として10万円を提言していくというふうに言っています。れいわ新選組に関しては春夏秋冬四半期ごとに10万円を給付するということで提言していくというふうに言っています。この特別定額給付金の1回目、この全国民に10万円を給付したこの特別定額給付金の1回目も実は自民党がもともとこの1人10万円給付ということを言っていたわけではなくて、公明党が
国民の1人10万円給付を絶対やった方がいいといった圧倒的な声を汲み取って公明党が自民党にその内容で突っついたと。国民1人当たり10万円給付やりましょうよということで、自民党がその公明党の提言を受けて法案にして、もともと決まっていた1世帯30万円給付という閣議決定の案を組み替えて、1人10万円給付と、所得制限なく全国民に1人10万円給付というこの特別定額給付金を決定したといったような経緯があります。さあ、この国民の声というのはもう圧倒的にもう支持しませんといったような内容になっています。そしてもし衆議院の解散をしていくということであれば、到底この支持率の低さ、支持率の高さということでは選挙を迎えることはできないので、この国民の声、国民の支持率を少しでも上げるために、この全国民10万円給付特別定額給付金の2回目というものについて一番行われる可能性が高いタイミングになっているんではないかなというふうにも想像できます。で、この給付金に関する動画っていうのは私も何個か最近出させていただいてるんですけど、めちゃくちゃ再生されます。で、やはり国民の皆様の関心が高い、我々一般的な国民がやっぱり一番興味があるところは、やっぱこの生活費の負担というところが軽減するこの給付金といったようなところもあります。で、たくさん再生されているので、この自民党ですとか、いわゆる与党の方ですとか、あるいはこの岸田首相、あるいは岸田内閣といったような関係者の方もたくさんご覧になっていただいていると思います。で、この国民の負担、生活費の負担を軽減するこの特別定額給付金の2回目、ぜひ実現していきたいというふうに思いますので、この動画のコメント欄に、賛成、反対、もう一言だけでもいいので、ぜひいろいろとコメントを書いていただいて、その声を少しでも岸田首相、あるいは岸田内閣、与党の政治家の方に届けて実現していきたいというふうに思っています。ぜひ一言でもいいのでコメントを入れていただければと思います。そして、この動画に、この給付金の新しい情報が出ましたら、またアップしていきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方は、ぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。ありがとうございました。